はい、ジャスです。昨日作った 96% のバシャーモのバトル動画を横で流してるんですけど、カイリキーとの差別化について今日ちょっとお話ししたいと思います。まず最初に説明させてもらいたいのが種族値です。バシャーモの種族値は攻撃240、防御141、HP160 になっておりまして、カイリキーの方が230、攻撃234、防御162、HP180 となって、共に攻撃の方が若干バシャーモの方が強いんですが、防御と HP の方だったらカイリキーの方が上ですよという感じになっております。昨日技の修正が入りまして、バシャーモがもうストーンエッジを覚えなくなったんですよね。代わりに気合玉といってタイプ一致で格闘技が打てるようになりました。で、ここがめちゃくちゃすごいところです。気合玉という技は攻撃力140のタイプ一致技になるんですよね、バシャーモの。カイリキーは爆裂パンチと、インファイトという技を覚えて、その両方とも90と100ダメージしかないので、圧倒的に攻撃力と火力とか全てに関して1回に与えるダメージはバシャーモの方が強くなりました。両方とものポケモンは技1がカウンターなので、トータル的の最終的に一番ダメージを与えられるのがバシャーモなんですけど、バトルをしている時に必ず避けることが必須になってきます。じゃあこの動画を見てる皆さんは結論どっちがいいのってことが知りたいと思うので、簡単に答えると俺は個人的にバシャーモの方がいいです。正直さほど耐久がそんなに変わるわけじゃないので、カイリキーでただただタップしてれば勝てるのかって言われたら、カイリキーというかその格闘タイプで相手を倒す時って大抵カビゴンだったりとかハピナス VS ハピナスだったりすると思うんですよね。で、基本カビゴンよりもハピナスの方が多いと思います。理由としてはハピナスはフェアリー技を覚えるので、対ドラゴン用だったりとかバンギラス相手だったりとか、いろんな場面でハピナスの方が活躍させられるので、ハピナスが置かれている確率が高いです。なのでそこでこの格闘で一気に倒すためにカイリキーがすごい大活躍をしてたんですけど、カイリキーは格闘単体のタイプなんですよね。なので飛行、エスパー、フェアリーって3つの弱点があります。なのでマジカルシャインとかの技は必ず避けないと、やっぱりカイリキーでもえぐいぐらいダメージが入ってしまうんですが、バシャーモが格闘と炎タイプになるんですよね。で、弱点がちょっと変わりまして、飛行とエスパーは一緒なんですけど、別に水と地面が入ります。で、ここでフェアリーが抜けてることに気づいた方はもう気づいてる、知ってる方は知ってると思うんですけど、フェアリータイプがもう弱点じゃないんですよ。なのでマジカルシャインを万が一例えば避けれなかった場合、受けてしまってもカイリキーほど入らないので、そこをうまく考慮することができるんですよね。例えば仮にハピナスの技1がですね、エスパータイプのその思念の頭突きだった場合、それも避けつつ戦うのが一番ベストなんですけど、これができない場合はこのマジカルシャインを避けていく必要があります。実際にこのバトル動画はマジカルシャインのハピナスだったんですけど、今日は今日の天候がブーストで時々曇りだったんですよ。なのでノーマルタイプのブーストが上がってました。そこで気づいたのが、やっぱり耐久が低いと破壊光線とかを覚えている、ハピナスでもかなりダメージが入ってしまいます。なので技2を確実に避けられるのであれば、個人的にバシャーモの方が強いと思います。耐久のこととかも考えるとカイリキーの方がいいんですけど、正直すごく際どいです。というのも、よくたまにシャワーズとかもジムに置かれてるんですよね。なのでハピナス、シャワーズの順番に置かれてた場合、バシャーモの選出が正直ちょっと難しいってところはあります。別にカイリキーをそこで選出したところで、シャワーズに打点を取れるのかって言われたら、それも別にそういうわけじゃないんですけど、弱点がね疲れない分、とりあえずその連続で多少ねダメージを与えることができるっていうことが分かります。ということがその差別化のところになってます。結論から言うと、ジムに置かれてるポケモンによってカイリキーの選出がいい場合もあるし、バシャーモの選出の方がいい場合もあります。注意点としては先ほども言いましたけど、必ず技2を避ける。で、技1を避けられるように上手になっていくことですね。この動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。いつも動画を見てくれてありがとうよい。じゃあね。